こんにちは。今回は水彩画の描き方について初心者の方を対象に解説していきます。前半は小学生向けの技法、後半は中学生から大人の方向けの技法について解説しています。通常の水彩画技法を知りたい方は後半になりますが、道具の説明などは前半にもありますので、復習を兼ねてご覧いただければと思います。今映っている作品の制作過程は後半に登場します。それでは解説していきましょう。動画の流れはご覧の通りです。最初に絵の具やその他の画材の説明をして、その後描き方について解説していきます。まず水彩画の画材の中心、絵の具について少し解説していきます。水彩絵の具は顔料に接着剤としてアラビアゴムを混ぜたものになります。アラビアゴムは乾燥しても再溶解します。よって筆やパレットについた乾燥した絵の具も洗い落とすことができます。画面につけた絵の具も乾燥後であっても水をつければ取ることができます。アクリル絵の具、アクリルガッシュという絵の具がありますが、これらは乾燥後再溶解しません。同じ水溶性の絵の具ですが、性質は水彩絵の具とは異なります。これに関しては別の動画でも扱っていますのでご覧いただければと思います。透明水彩絵の具はアラビアゴムが多く入っていて、文字通り透明度が高いです。不透明水彩絵の具はガッシュという名前でも売られていますが、アラビアゴムが少なく艶消しで不透明な色調です。大人の方は描き方に応じて選べばいいですが、一般的な透明感のある水彩を描く場合は透明水彩絵の具になります。小学生で使う絵の具は不透明水彩絵の具寄りになっています。なおポスターカラーも不透明水彩絵の具に入ります。ポスターカラーの接着剤はデキストリンになります。水彩絵の具を購入する場合、100円ショップなどの絵の具だと今回解説している技法がうまく表現できないことがあります。練習用に描く分にはいいですが、作品として描く場合はある程度の金額のものを購入した方がいいでしょう。その他の画材としてまず画用紙を挙げます。水彩画は画用紙に染み込ませて描くため重要です。紙の性質は絵の良し悪しを左右すると言っても過言ではありません。一般的に画用紙は紙の厚さ、表面の粗さ、白色度等を見て選びます。白色の紙に描くことが普通ですが、特に透明水彩絵の具を使う場合は白色度を重視して選ぶことになります。なお白色以外の有色時に描くことも可能ですが、有色時の紙を使う場合は不透明水彩絵の具で描くことが多いです。これはキャンソン紙という紙です。左上に重さが表示されています。この値が大きければ紙が厚いということになります。また紙には表裏があり、通常はザラザラしている方が表面になっています。これはボール紙の裏面です。ボール紙の表は光沢のある白色地として使いますが、裏面は灰色の地として使うことができます。これは黒い紙です。この紙に書いたサンプルは後で解説します。これはベージュの有色地です。これらに描く場合、白い絵の具を積極的に使って描き進めることになります。次に筆を見ていきます。小学生の場合、絵の具のセットについている筆があれば基本的には大丈夫です。セットの筆は大小の丸筆、平筆などがついていることが多いです。大人の場合、これに彩色筆や面相筆、刷毛などがあるといいでしょう。特に彩色筆は透明水彩で表現する際、頻繁に使います。これ1本で大部分を塗ることができます。筆は安いものでもいいので、いろいろな種類を試して自分に合ったものを揃えていくといいでしょう。その他にパレット、筆線、ボロ布などが必要です。机に置く場合はこのような配置がいいでしょう。なおこれは右利き用の配置なので、左利きの場合はこの逆になります。筆線は筆を洗う場所、洗った後すすぐ場所、きれいな水をつける場所などに分けて使うといいでしょう。これにパレットを手に持って使います。パレットに出す絵の具の配列は絵の具のチューブに入っている順で結構です。左は白、黄色、緑と続く順で入れています。右の汚いパレットは普段私が使っているものですが、赤、黄色、緑という配列です。どちらもほぼ色相関の配列になっています。これも自分が使いやすい方を選んで使って構いません。ここからいよいよ書き方の説明に入ります。まず子供・小学生向けの描き方ですが、前に述べた通り不透明水彩絵の具による描画になります。もう少し細かく見ると、小学校低学年 1,2 年生ではクレヨンで線描した後、少し水彩で色をつけて完成というパターンが多いです。ここではクレヨンが中心で、水彩は補助的に使う程度になります。小学校中高学年、つまり3年生以上ではクレヨンに水彩、鉛筆に水彩、墨汁に水彩、黒ペンに水彩など様々な描き方が見られます。いくつかの材料で実際に描いてみましょう。
まずは小学校低学年に見られるクレヨンで線描した後、少し水彩で色をつける描き方です。この場合はとにかくクレヨンでの線描が中心なので、思うがままにクレヨンで描いていきます。その後水彩で塗りますが、塗り絵のようにならず、絵の具で新たな形を描いていく場所があってもいいです。また画面全体を絵の具で塗らず、紙の白い部分を残した方がうまくいきます。紙の部分は白で塗った状態と同じなので、画面の明るさを表現することになります。次に小学校中高学年に見られる墨汁に水彩で描く方法を試します。ここで描く墨汁は二化成分が入った乾くと耐水性になるものを選びます。乾いた後でも洗える、片付けが楽などと書かれたタイプは耐水性ではないので避けた方がいいです。蓋付きの瓶に麺を入れて墨汁を入れると持ち運びが楽になります。割り箸を使って描いてみます。割り箸は特に先を削らなくても細い線で描けます。角度によって太くなったりかすれたりするため、線に変化が表現できます。黒く塗りたい部分はある程度この墨汁で描いておいてもいいです。乾燥後絵の具を使って色をつけますが、この描き方の弱点としては乾燥を待って着色しなければならない点です。1日空ければもちろん乾きますが、その日のうちに着色する場合、乾燥してない箇所があると絵の具と混ざって色が濁ります。この絵でも一部が未乾燥だったので色が濁った箇所があります。しかし多少の濁りは複雑な色調を生み出し、良い効果を生むことがあります。この絵でも白い紙の部分はある程度残しています。または白い絵の具で塗って白い箇所を作ってもいいでしょう。今度は黒ペンに水彩です。使うペンはペン先が丸くなっているタイプではなく、このように向きによって太さが変わるものがいいです。また乾くと耐水性になるものを選びましょう。通常は鉛筆で大まかに下書きした後ペンで描いていきますが、鉛筆での描画は最小限にした方がいいです。多少失敗してもいいのでペンでどんどん描いていきます。失敗した線は絵の具で塗ることで見えなくなります。ここでも黒い箇所はこのペンでつけておきます。そうすることで絵の具の段階では黒色を塗る必要がなくなります。絵の具の黒はとても綺麗な色ですが、他の色と混ぜると黒の強さが出過ぎてしまい、あまりいい色にならないことがあります。黒っぽい色を塗りたいときは青と茶色、緑と茶色などの混色をするといいでしょう。ここでも明るい部分は塗り残し、白色として表現します。後で塗り残しに見れるような場所は絵の具の白を塗っておきます。特に高学年生はこのような水で薄めた色を塗って透明感を出すのもいいかもしれません。また水をあまり使わずに塗ればかすれた表現にもなります。絵の具の混色だけではなく、混ぜる水の量を変えるだけでも様々な表現を生み出すことができます。ここでは抽象的な表現の絵を描いています。クレヨンで描いてその上に水彩絵の具で塗ると絵の具の弾きの効果を表現することができます。この技法をバチックと言います。明度が高いクレヨンの上に明度の低い絵の具を塗るとその効果がはっきりと見られます。このように絵の具のチューブから直接画面につける方法もあります。こうすることで水彩でありながら厚塗りの表現をすることができます。あまり厚く塗ると乾燥後にひび割れを起こしますが、乾燥後に画面保護スプレーなどを塗っておけば絵の具の剥がれを防ぐことができます。最後に白い紙以外の紙に描く方法をしてみます。ここでは黒い紙に描いてみます。紙が黒いので灰色のクレヨンで輪郭線を塗っています。絵の具は不透明にして塗ります。明るめの色などは白を積極的に混ぜて水をあまりつけすぎずに塗っていきます。今回は黒い紙ななので黒色にしたいところは絵の具を塗らずに塗り残して描き進めます。人物の影の部分は紙の黒がわずかに透けることで表現できます。夕食時の紙で描く場合は普段白からのスタートで描く時と違った手順になるので新鮮な気分で描き進めることができます。今回は黒い紙で夜の景色としましたが、完成の色とは反対の色の紙を選ぶのもいいでしょう。例えば青い山を描くのであればオレンジ色の紙で描く、赤い夕日を描くのであれば緑の色紙で描くなどです。最後に中学生から大人の方に対する描画方法の例を挙げます。大人の場合でも不透明水彩での表現はありますが、ここでは透明水彩による表現を取り上げてみます。透明水彩では混色中心で描く場合、重色中心で描く場合に分けられます。それぞれ代表的な技法としてウォッシュ、ウェットインウェット、ウェットオンドライ、ドライブラッシュなどが挙げられます。実際に絵の具をつけて比較してみましょう。通常はこのような感じで絵の具をつけていくことが多いですが、もう少し水をつけた方が水彩絵の具らしい透明感は出ます。またはもっと水をつけずにかすらせるとドライブラッシュにもなります。
2番目のようにたっぷりと水をつけて描くやり方をウォッシュと言います。この色が乾かないうちに色を重ねることをウェットインウェットと言い、色が画面上でランダムに混ざり合います。3番目は初めに塗ったこの黄色が乾いてから別の色を重ねるウェットオンドライで描きます。横から見た映像です。2番目と3番目の色の水の多さがわかると思います。3番目の黄色が乾いたので上から緑色を重ねます。水彩絵の具の性質上、下の黄色も少しは溶解して混ざりますが、2番目のような混ざり方はせず、2層の透明レイヤーのような表現が可能となります。特に2番目と3番目は透明水彩ならではの技法ですが、1番目のドライブラッシュも取り入れることでより深みのある水彩表現をすることができます。最後に人物画で確認してみます。これは同一の人物を鉛筆で下書きしたものです。ウェットインウェットを効果的に用いて仕上げていきます。濃くなりすぎた箇所はティッシュで取ることで紙の白さを再現できます。短時間描画のため白くする箇所は塗らずに紙の白さを利用します。横から見た映像です。水をたっぷり使って画面に乗せるようにして描いていることがわかります。この水を利用して滑らかなグラデーションを表現します。2点目は時間をかけて描く方法を取ります。時間があるのでウォッシュ、ウェットインウェット、ウェットオンドライ、ドライブラッシュなど様々な技法を使います。ここではまず黄色、次に青で重色していきます。この描き方の場合、明るい部分は初めからあまり暗く塗らず、徐々に暗くしていく方法を取ります。次に肌の部分を赤で塗ります。髪の毛は青、茶、紫で暗く塗り、服は青色などで塗るなど、それぞれの固有色をつけていきます。白はあまり使わずに仕上げていくこともできますが、私の描き方では途中で白を使うことが多いので、今回も使いました。白色はアクリルガッシュの白を使いました。水彩の白だと上に塗った色と混ざってしまうため、アクリルガッシュを使っています。髪の毛、リボン、服の名部、肌の名部などを白色で塗っていきます。この方法は短時間描写ではあまりやりませんが、重色などをして描く時間があるときは使います。この上から色を重ねることで発色の良い透明感のある色を生み出すことができます。光がどの方向から当たっているかを意識しながら描き進めます。今回の絵では向かって右側からの光であるため、顔の前面部分は影になっています。ですがあまり暗くしすぎず仕上げていきます。このくらいで完成としました。もっと時間をかければ写実的な絵になりますが、描画の跡が読み取れる程度で仕上げた絵もその痕跡が読み取れて絵画らしい雰囲気が出ると思います。以上、今回は小学生から大人の方に至るまで水彩画の主な描き方について解説しました。もちろんこの描き方はごく一部に過ぎません。絵を続けて描いていくことで自分の目指す絵に合った描き方を見つけることができます。いろいろな描き方を試していくといいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。